お願いします。ついに来ちゃいましたね、これ。来ちゃいましたね。ついに赤いオーナーさんがまさかのシルバーまで手に入れてしまうという。約束通り果たしましたよ。ちなみにこれはもう MCR の看板車である小林さんがね、60歳の還暦になった時に乗るために作られたそうですね。34ですよね。で、なぜか僕が持ってるっていう状態なんですけど、よく言われる還暦スペックっていう車ですね。ということは赤よりはだいぶ落ち着いた仕様なんですかね。小林さんが思う最終形態、60歳以降でも乗りたいような仕様っていうのが形になってるのがこのシルバーの車ですね。そうですね。なんかもう見た感じで言うと派手さよりは大人かっこいいというか、ちょっと渋い感じですよね。結構激渋。激渋だと思いますよ。はい。MCR のバンパーもかっこいいですけど、やっぱりこのちょっと大人っぽい Z チューンのエアロに。外装は完全に Z チューン仕様で、フロントリップもアンダーのそのスクレープのところも全部ニスモのパーツになってます、ね。これは正直なかなかつけてる人を見ないですね。ここまではつけてる方はたまにいらっしゃいますけど、ここまでつけてる人は本当僕もまだ見たことないんじゃないかなと思うぐらい。見た感じベニヤ板みたいな感じですけど、実際ベニヤ。実際ベニヤなんですね、これね。ベニヤなんですけど、ニスモ価格のベニヤですね。ニスモが作ると高くなるベニヤさん、でこの辺のバンパーも全部カーボン。カーボンです。でここもニスモですかね、これが。レンズはニスモなんですけど、LED ライト自体はクエストジャパンっていうところのものを使用してます。そしてこれもうバンパーも綺麗ですけど、ヘッドライトが超綺麗で、もうこんな車ヘッドライトないんじゃないかと思うぐらい。空割りしてワイズスクエアっていうところのレンズには新しく交換してるんで、それで綺麗に見えてるとは思います。めちゃくちゃ綺麗なのと、あともう Z チューンのみんな憧れのこのボンネット。そうですね。これもドライカーボンの。ドライカーボンの。とんでもない値段すると。これは100万ぐらいじゃないですかね。これも最初より値段2倍ぐらいになってるんですよね。なってますね。あと納期がとんでもないことになってますね。今1年半とか。やばいな、あれは。そしてこの男の憧れ Z チューンのフェンダー。それね、やっぱかっこいいなと。かっこいいですよね。でまさかこれ FRP じゃなく、それもドライです。すごいな。もうじゃあフロントの顔面部分はもう全部ドライカーボンみたいな。全部ドライカーボンですね。すごいなこれ。でこのシルバーもまた Z チューンのシルバーってたまに言われるかもしれないですけど、また違うんですね、これ。これはですね、非常に特別なシルバーで、純正色ではないんですけど、車が製作されたのが2005年で、ちょうど35のプロトタイプが開発されてた時期で、当初その日産が世界で最も綺麗なシルバーってこう豪語してた時期なんですけど、小林さんはそれに対してなぜか対抗心を、日産に対しても対抗心を持つというそれでそれよりさらに綺麗なシルバーを作ってみようっていうことで、35のアルティメットシルバーに近いシルバーで、コンセプトとしては常にこう濡れてるような感じに見えるシルバー。これね、やっぱちょっと動画に通すと色が伝わらないんですけど、本当に色も変わるし、ちょっと今曇ってるとだいぶ白っぽく見えたりとかするんですけど、もうトンネルとかに入るとエッジがすごい見えて、めちゃくちゃエロいっていう。そしてこれね、肉眼だと分かるんですけど、ヌルヌルです。ワックスのヌルヌルじゃなくて塗料がいいというか、多分塗りもうまいんだと思いますけど、この色合いのヌルヌルさがありますよね。このワイドフェンダーを塗装してもらうために1回出したんですけど、2ヶ月ぐらいかかりましたからねワイドフェンダーだけで。これ多分色合わせ相当苦労されたので。そうなんですよ。だからその光の当たり方次第で曲線なのでなかなか大変なんだと思うんですよね。でもこれ相当うまい板金屋さんだなと思うのは、色めちゃくちゃ合ってます。そうですね。分かんないです、これは。MCR はやっぱりそういうクオリティのところにこだわるので、もう僕は彼らに全部任せちゃってMCR が思う一番いい板金屋さんにっていうことで、金額もとんでもない金額です。とんでもないですよね。いやもうとんでもない金額ですよ。塗料にこんなお金かかるかっていうぐらいのそれもしかして中古の軽とか別にいやもう全然もうそんなレベルです。そんなレベルで、オールペンしたら大体さっきおっしゃってた300万ぐらい。300万ぐらいはします。普通にすみません M3 の程度悪いやつ普通に買えますからそれぐらいやっぱクオリティにこだわる仕事をされてるんです、でやっぱりこの最近 MCR は BBS ですかね。そうですね。昔はアドバンだったんですけれども、5年ほど前に BBS に変わって全車両 BBS なので、この車は買った時から LM でしたけど、赤い車との違いが、赤い方は最新の BBS の LM のツヤありのアウターリムなので、もっとこうギンギラギンですけど、こっちは普通の昔からある LM ですね。これもかっこいいんですけど、このグレーとシルバーの強調しすぎないところがいいですよね。そうですね。すごいシックで、還暦仕様っていう言葉
言葉が似合いますね。本当に全然還暦からは自分も程遠いんですけど、ですよね。だからこれに似合うおじさんになっていきたいなっていう気持ちにさせられますよね。そうですね。タイムコンマ1秒削るっていうよりかは優雅に乗って回したい時は気持ちよく回せるぐらいのエンジンのライフも長くてちゃんと。はい、そうですね。多分番長もおそらく還暦仕様じゃなくて30代とかにガチで作ってたらもうエンジンカリカリで1万キロ乗ればもうエンジンオーバーホールみたいなだったと思うんですけど、ああいう過激な人が最終的に作りたい車がこういう車っていうのはみんなが行く方向、道しるべみたいな感じしてくれてる、表してるような気はして、そして、ゲームにもなったね、あの赤い車もそうですけど、同じエンドレスですかね、これもエンドレスの6ポットで、ローターが375でリアが4ポット355。GTR の車重だったらこれはもう十分ですね。そうですね。軽いですからね、34はやっぱり35乗ってたものからしてみれば軽く相変わらず感じますね。感じますよね。コーナーのハンドルこうクッと曲げた瞬間でも体で感じれるぐらい小ささと軽さを感じますよね。はい、本当に。そしてこのサイドステップはオーナーさんのこだわりと。そうなんですよ。賛否両論で番長はもちろんない派なんですけど、僕はやっぱり車全体のバランスを考えた時にあった方が好みなんですよね。ここがなくなると浮いてますよね。車体がぐっと高く見えるというか。そうなんですよ。はい。赤い車の時にも言いましたけど、僕は所有者でありながら気持ち的には単にその預かり人っていう感覚でしかないので、MCR が思ってることとか考えてることからあまりそれないような、そうですね。はい、アップデートを中心にやっていこうかなと思ってます。いやー、いいですね。やっぱりこの辺の純正ウィングをあくまで使うところとか、還暦仕様ではこれぐらいがいいんだろうなっていう気もしますし。そうですね。で、あとこのテールもあえてニスモのテールですかね、ここ。そうですね。そうですよね。はい。GT テール。これもかっこいいし、あくまでアンダースポイラーをめちゃめちゃでかいものをつけるわけじゃなく、V スペのやつがついてて、それにこの MCR のマフラーもわりかしジェントルと。わりかしジェントルで、これは80杯で、商品名もパワーサイレントなんちゃらっていう。静かなんですけど、さっきね、ちょっと並走シーン撮った時に音聞こえてましたけど、割れない、すごいほーんってなってくれるような、エンジンのサウンド楽しめそうなマフラーだなと思って。MCR も一周してやんちゃな人たちからいろいろと経験して一周すると落ち着くのはこういうところなんだろうなっていう感じがするんですよね。だってこれも小林さんホワイトボディから作ってる、これもそうなんですよ。ホワイトボディ製作なので特殊ですよね。各部を溶接じゃなく、これはパネルボンドで強化し、溶接仕様だとどうしても長く乗るっていうことを考えるとサビのことを考えなくちゃいけないので、それだとやっぱりパネルボンドの方が長期的に考えれば本当に長く乗るための車っていうコンセプトなので、ボディメイキングでも現れてますよね。ちなみにじゃあどこが開発部品入ってるんでしょう。 LSD もそうなんですけれども、アテーサのシステム自体もニスモが開発してたものをこの車がまだ積んでいるので、みんな大体アテーサ外しがちな人多いじゃないですか。そうですね。はい。あえてそれをちゃんと使えるようにニスモが開発したプログラムが入ったもの自体は市販品とは全然違うので、ただそれが実際世には出てこなかったので残念ながら。いいな、やっぱりこの MCR の僕はバナーやっぱり好きで、可愛いけどいかつい、これで首都高を見たらみんな毒みたいなこのステッカーはやっぱりかっこいいなと。色で違うんですよね、これ昔は番長が赤で、その他皆様が青だったかな。で速い人はちょっと違うんでしたっけ。白赤青があったと思います。僕はその当時 MCR のお客さんたちがみんなガンガン走ってた客ではないので、どちらかというと 35GTR 世代の時に初めて客になったので。なるほど。じゃあつながりは35でメンテナンスとかからが始まります。そうですね。35の最初の改造部分がマフラーで、何を思ったのかマインズのマフラーを持ち込むっていうやばいっすね。完全にバチバチのお店の車のパーツを持っていくと。で、小林さんにお前面白いなって言われるっていうそれわざとじゃないですもん。そうですね。本当に何を考えたのかちょっとよく覚えてないんですけどそんなことをしてしまって目をつけられたんですよね。いい意味でなのか悪い意味でなのか。逆に面白いなさとんでもねえやつが来たなみたいな確かにそれ面白いですね。あとこれなんかアッパーとかもチラッと見たら全然違うものが入ってて、足はテインのスーパーレーシングとか。そうですね。足はテインのスーパーレーシングで、スプリングがフロントが10キロ、リアが12キロ。それは結構赤い車と仕様は似てると思うんですけど、あと減衰とかはテインの EDFC で中で、調整できるので。ちょっと開けます。はい。
この中のところのスイッチのクリクリでいじれちゃうという。ここに入ってるんですね。綺麗。これね、皆さん見てほしいんですけど、これがまさか20年、もう20年ぐらいです。制作からは18年ぐらい、2005年ぐらいに作られた車なので。なるほど。もうね、綺麗すぎて GTR34 とは思えないんですよね。すごい。これのいいところがまたこのシートも全部あえて純正を張り替えると。ロブソンさんのところで全部純正を張り替えて、ルーフとかもこれね、ルーフがもう変えてますね。縫いも入っちゃってめちゃくちゃかっこいいな。これ小林さん超お金かけたんだろうな。この車はとんでもないですよ。惜しみなく使ってますよね、お金を。本当にお金かけたんだろうなっていう。フロアも超綺麗だし、メーターもちゃんとニスモが入ってかっこいいな。あとほとんど乗ってないですよね。僕が買った時が1万5000キロで、1万5000キロでもすごいですよね。1万5000キロちょっと座らせてくださいね。半年ぐらい乗ってるんですけど、まだ2000キロ弱ぐらいしか走ってないのでこうすると1万6956キロ。やばいな。どこで眠ってたんでしょうっていう感じですよね。もはやもういつものオーナーさんの好きなカーボンのね。これワンオフですよね、多分。ワンオフですね。ただこれは自分で調達したんじゃなくて、小林さん自身が自分でやったので、これオーナーさんのを見て、これいいじゃんってなってやったんですかね、おそらくね。すごい。でナビもね、すごい綺麗にインストールされてて、いやかっこいいなこれ。もうリア内装もちょっと綺麗すぎて誰も乗せたくないなっていうか、多分誰も乗ったことないんじゃないですか、後ろ。かっこいい。すごいな。小林さんも幸せだろうな、そういう人になってもらえれば。海外流れるのが一番やっぱ悲しいじゃないですか。そうなんですよ。だからそもそもこの車買った理由は、まず自分が欲しいっていうのもあったんですけど、とあるワークス系のところが買いたいって言ってきたので、どうするって聞かれて、急遽 MCR っていうお店に34が1台もないっていうのは、自分の中ではいただけなかったので、そうですね。約束としては1台 MCR に常に置いといて、もう1台はまあ自分の気分次第で。なるほどなるほど。そこの約束もしっかりしてやると。そうですね。クラッチどうなんだろう。クラッチシングルですよ。シングルカッパー。カッパーだったんですか。赤い方はトリプルエグゼティなので、個人的には結構きつい。それに比べると反発は強いですけど、渋滞しても乗り切れそうなぐらいです。全然。でこれがちょっと特殊なミッションだというのがお聞きしてますが、6速目が80スープラの6速を使っていて 0.818 なのでかなりクロスで、ファイナルも赤い車と一緒で 3.916 に変更されてるので、めちゃくちゃクロスしてると。5速から6速純正の34って結構かったるいんですよ。番長それがあまり好きじゃないので、だからこういう仕様になってるんですけど、でも8000まで回すと一応300キロは到達するんで。すごい。そしてこのミッションはまたちょっと赤と違うんだろうなと思うのは、ね、横揺れが全然なくて、めっちゃ硬いっていう、これ何なんだろうと思うぐらい横揺れゼロ。硬いです。すごいしっかりしてて、なんか多分小細工してやるんだろうなみたいな感じがするよ。じゃあもうせっかくなんで RB ニッパチですよね。これニッパチです。ニッパチ。大人の余裕を感じますね、なんか。でやっぱりこの辺のアイドリングは多少ハイカムが入ってるからって感じなんですよ、この辺は。やっぱり切れた。多分ずっと孵化してないと。ちょっと足で乗っけといてあげないと。夏若干調子が悪いです。これリンクでやってるんですか？リンクでやってます。リンクでやっててもちょっと足乗っけといてあげると大丈夫なんですけど。いやーでもレスポンスすごいな。いや、やばいですよ。RB と思えないですよ。ちょっと押しただけでももうやばいっすね。やばいです。赤い方がかったるいように感じるぐらい、こっちの方がすごい俊敏ですね。やばいっすね。これでもツインですよね。これもツインで、赤い方が2860のターボで、こっちは GTSS なので一回りやっぱり小さいですよね。いいっすね。 GTSS で言ったらもう低中速モリモリみたいな感じですよね。すごいなこれ。さらにこれ1万7000キロしか走れないのがやっぱすごいな。これね、すごいのはアクセルに対する敏感度がやばくて、もうこの足裏でほんとちょんってやるだけでね反応しますよ。もう電スローリーレスポンスいいんじゃないかなぐらい。いや
ちょっとこれは貴重すぎますね、本当に。電子スロットルよりいいっすよ、本当。ですよね。いや本当にそうなんですよ。びっくりしますこれ。いやこんなのに慣れちゃったら普通の34乗れないんじゃないかって。絶対乗れないです。じゃあちょっとエンジン開けてもらっていいですか。あ、はい。じゃあ一番の自慢のエンジンを。お、よいしょ。ね、ホワイトボディじゃないとできないフレーム塗り。ホワイトボディ自体は白でホワイトボディなんですけど、なぜこの色にしたかっていうと、油汚れとか、汚れを一番簡単に見つけられる色って本人が思ったみたいで、この色になってるんですけれども、ホイールウェルとかああいうところも全部この色になってるんで。ああ、そうですね。この後ろの、はいはい。まあちょっと見づらいですけど、ね、塗装ちゃんと入ってますね。すごいな。このエンジンの仕様でいうと、中身は全部やってある感じなんですよね、おそらく。中身はフルチューンでニッパチ、ポート研磨。赤い車との違いが、これはV カムが入ってないんですよ。本当ですね。この辺にいっぱいついてましたよね、V カムのパーツが。本人開発に携わってるのに最終的には V カムいらないっていう結論になってて、なぜかというとあまり高回転を回す用途ではないので、こっちの方が従来からの RB っぽい回転の仕方をするっていう、当初はつけてたんですけど取っ払っちゃってるんですよ。でも元に戻してるんですよ、これは。だからもう言ってしまえば、いろいろ試した結果、もう行き着く60歳で乗る車これってなってるんですよね。そうですね。だからすごい面白いのが、チューニングってなんかこういろいろとつけたくなるじゃないですか。でも長くやってていろんなことを知識レベルが上がっていくと、むしろ引いていくっていう、それはなかなかこう珍しいっていうか、調律してもらうのがやっぱいいんだろうなっていう。小林さんは V カムは街乗りプラスちょっと気持ちよく流すんだったらいらない。そうですね。っていう結論で、多分サーキットガチでタイム詰めるんだったらあった方がいいんだとは思うんですけれども、そこもお客さんに正直ベースで喋られるのはサーキットとか峠とかで試してるからこそ、こういう提案ができるんでしょうね。僕なんか本当に MCR でしかチューニングってしたことないんですけれども、これつけたいあれつけたいって言っても、いやそれは費用対効果が悪いからやめとけとか、なかなかそういうことを言うチューナーって少ない気はするんですよね。やっぱり商売なので、つけた方がお店としても潤うはずなのに、結構そういうのは正直に教えてくれるので。まあ、この辺のインタークーラーとかもまあバカでかいのはまあ分かりますけど、 MCR の考えは絶対エアクリは純正。そうですね。本当はエアクリ赤い車みたいにカーボンのやつつけようと思って家に一つあるんですけど、ちょっとまだつけてないっていうあれもとんでもない値段するっていうのは噂で聞くんですけど、定価が50万ぐらいでも実際生産はしてないので100弱ぐらいで取引されてますね。100万弱ぐらいが家に転がってるで、この辺はテインの EDFC がまあ頭について、でもうボンネットもドライカーボンで、ボンネットもドライカーボンで、ここもちゃんと吸気口になって、はい、でここから座れると、はい、まあ、完璧ですね。小林さんがやりたかったことを全部やり尽くした車ということで、本当に GTR オタクなんだろうなってじゃないとおそらく買わないですよ、絶対。ライフミッションですね、 GTR 乗ることが。この次はもう34はもういいですか？いやいやいや、いいのがあったらそれは欲しいですけどただ置くところはないじゃあもう次は Z チューンぐらいですかね。34って、僕は本当にただ好きで乗ってるんですけれども、資産として考えてもあまりにも高騰しすぎてて買えなくはなっていますけれども、35が電気自動車とか EV スポーツカーに勝てなくなってくる時代が来ると思うんです。実際もう来てるとは思うんですけど、そうなってくるとこういう内燃機の車って走る楽しさ、喜びっていうところの価値が評価されるべきだと思うので、そこ以外価値もう評価されないですよ。そうなんですよ。速いとかがもう胴体負けちゃうんで、もう速いのがイギリスのマクマーティっていうとんでもないスピードの車ありますけど、トップギアとかトップギアとかに出てる、ああいうのにもうその内燃機車が勝てないんであれば、内燃機車の価値ってどこにあるんだろうって、乗る時の五感の刺激、そういうところがやっぱり重要になってくると思うので、アナログチックな車っていうところに人間って評価戻ってくるんじゃないかなと思うので、なんかそんな気がしますね。人間の心を揺さぶられるのはやっぱそこなんだろうなと思って。そうですね。小林さんは別に超速い車を作ろうと思ったわけじゃないとは思うんですけど、つくばちゃんと1分を切ってるところがまあすごい。そう、0-10010秒ですからね。ブーストが 1.4 ぐらい。ブースト 1.4 で550馬力で、今1キロぐらいしかかかってないんですけど、本気を出せば普通に速い。ちょっとハイブーストにしといたらまあ600ぐらいはいけますよ。はい。じゃあちょっとせっかくなんでここくるっと行きましょうか。ぜひぜひ。ぜひお願いします。お願いします。いやーちょっと空ぶかししてる人みたいになりますけど、違うんだよねっていう。はい、そうなんですよ。いや本当にそうですよね。赤信号の時とか普通にずっとふかしてなくちゃいけないのでお
車みたい、まあ新車なんですけど、ほぼ新車です。だから当時34新車で乗ったらこんな感じだったんだなっていうのは経験できますね。これもプロ乗ってましたけど、レトロだなって言ってましたけど、本当にレトロ感ありますね。はい。最近35とかそういう新しい車ばっかりを取材してるからこそ、なんかこのガチャガチャする感じとか今のターボ車ってすごいじゃないですか。もうちょっとコンピューターいじれば500馬力が出るじゃないですけど、普通に乗ってたら普通に下がかなりトルクあるので楽ですね。楽ですね。街乗りは間違いなく赤よりこっちですね。ですね。もうエアコンもバッチリなんで、超楽。2000から踏んでもトルクバチバチ。下からの吹きは本当にすごいですよ。この辺とか本当にホットバージョンで聞いてた音マジで一緒だ一緒の車だからそれはそうなんですけど、いや結構独特な音するんですよね。ですよね。やっぱりなんかちょっとあれだと思うんですよ。その80スープラの6速ギアの音がグイーンっていうのが普通の34とは違う音してるんですよね。ですね。この音ですね。はい。冒頭6近いめちゃくちゃ近いめちゃめちゃ近いですよ。めちゃめちゃ近いぞこれは。そして相変わらず番長は首都高とかね、そのワインディングもちゃんと気持ちよく走れるようなので、乗り心地がめちゃくちゃいいですね、本当に。そうですね。あと EDFC が今一番ソフトなセッティングになってるんで、もうちょっと硬くはなるんですけど、やっぱりしっとりしてるなっていう。個人的には赤の方がやっぱり剛性高いので足だけ動く感じがあって、あっちの方がもしかしたら乗り心地いいのかな。赤の方が圧倒的に頭の入りはいいですよね。ちょっとダルですか、こっちの方が。あれと比べてだと思うんですよ。その番長曰くこのシルバーでも普通の34に比べればとんでもなく頭は入るって言うんですけど、でしょうね。僕は相変わらず普通の34をちょっとまだ乗れたことがないので比較ができないんですけど。速いな。速いっていうよりかは車としての楽しみがありますね、これは。そうですね。それは間違いないです。全然パワーの出方が違ういやベクトルは一緒なんですけど違うっていう、こう2台両方とも乗ると分かるこう細かい違い。気持ちいいやっぱこれでやっぱ59秒台に入るのはすごいな。だって街乗りしててそのどんがれんしてるわけでもないですし、そうですね、過度なねパワーを出してやってるわけでもないのに、こんなマイルドなセットで59秒出しちゃうんだもんな。まあ腕の問題もいやまあ首都高の伝説とかも車の良さもあるんだと思うんですけど、ドライバーの運転技量と度胸っていうのも大きく、かなり大きいでしょうね。すごいなこれ。いやこのねまたねステアリングがやっぱこう機敏ですよね。機敏ですよね。いや本当に全然へたってないんだろうなっていうのが分かります。レスポンスがもう異常にいいNA と変わんないですからね。本当そうですよね。いやGT3 好きとしてはこれも楽しいなって、なんか911の GT3 乗られてたってさっき。そうですね、番長も実はその昔 GT3 乗ってて一回乗ってみた方がいいよって勧められたことがあって、それで買ったんですけれどもそれで買うっていうそれもいやなんかその一回人生経験として最終的に行き着くところはどこなのかっていうのを若いうちになんかこう経験するって結構重要なのかなと思って、思い切って買ってみたんですよ。若いながらやっぱりなんとなくこう分かるんですよね。車とは最終的にはこういうところがその人の感性にこうすごい響いて、こういう車の作り方がやっぱり受けるんだろうなっていう、そういう考えがやっぱりその番長にもあるので、本人もすごい GT3 好きですし、 GT3 好きが好むような34っていう。いや分かります、めちゃくちゃレスポンスいいので、そのターボらしい感じがないんですよね。そのドッカンじゃないので。そうですね、チューニングカーを乗る醍醐味っ
がもしかしたらそういうちょっと非日常的なところ、ビッグシングルつけてっていうのはあると思うんですよね。でもなんかそういうことを全部やり尽くした人が最終形態はやっぱりこういうものに満潮ですら GT3 がいい車って認めるわけじゃないですか。はいはい。ってことはポルシェってやっぱすげえなっていうねだってあれをワークスでやっちゃうわけですからね。すごいですよ。一メーカーがあれを作っちゃうので、このチャンネル最終的にはなんかポルシェチャンネルになるんじゃないかな。最終的に行き着くところは全員 GT3 が欲しくなるんじゃないかっていうね。でもこのやっぱ吹き上がりもう NA なんじゃないかと思うぐらいのこの吹き上がりなんで、いややばいですよ。コーナーもちゃんと F がもうバッチバチなんで安心。はい。怖くないんですよねこの車、あくまで。なんか普通こういうチューニングカーって怖くて全然扱うのがもうちょっとしんどいんじゃないかなって思いますけど、これ逆に普通に乗れちゃうので、構えて乗る必要はなくって、チューニングカーっていうもの自体がそんなになんかこう乗りづらいものではないっていうのをこう証明するようなチューニングの仕方ですよね。いやーすごいな。この前の車と違ってこっちの方が完璧になって乗りたいのはやっぱこっちだなって僕も思いましたね赤と比べて、はい、あっちはちょっと身構えてね、そうですね、ちょっと手グローブして乗らないと申し訳ないかなぐらいの意気込みとしてね、はい、なんか大事なのかなと思いますけど、こっちはサンダルだろうが多少ゆっくり乗れるんじゃないかなっていうまあ赤い車の方がもちろん有名っちゃ有名なんですけど、そうですよね、こっちの方がやっぱり特別ではあるんですよね、いろんな意味で。メーカーが欲しいって思うぐらいの車ではあるので、すごいレスポンスがもっと異常にいい。おかしいな、RB と思えないなRB とは思えないですけど、RB の良さはちゃんと残ってますよね。ああ、わかりますわかります。音だったりとか、はい、なんだろうな、オリドさんもホットバージョンで言ってましたけど、こうキュイーンってくるこの RB の本当にストレート6の良さっていうのはちゃんと残ってますし、この多分オリドさんが言いたいのはこの辺のここですよね。はい、ここですねやばい、ここが気持ちいいですよね。最高っすね。最高だすごい。目がぶっ飛ぶねほどの加速じゃないじゃないですか、はい、そうです。ただ人間としてうわこれってなりますよね。はい、そうなんですよ。例えばそのゴルフの500馬力とこっちの500馬力のその何でしょう、このワクワク感はまた全然別物なのかなっていうね、はい、同じ馬力でも全然違うなっていうのが。いや僕はやっぱりこのアナログ感がたまんないですよね。すごい。でもこれ本当軍隊に向いてんだろうなっていう、馬力もちょうどいいしそうそうそうオーナーさんのそのすごい、ね、マインドだなと思ったのは GTR が大好きで GTR をいかにどう早く手に入れるかっていうところを目指して職を選びそこに繋がってるのがやっぱすごいなって思いますし、自分もそういうマインドがあるからこそ会社に 2,3 人ぐらいそういう人がいてもいいんじゃないかなと思います僕はアメリカ育ちなんですけど、で GTR に乗りたくって当初は GTR って日本でしか売ってなかったので、乗れなかったんですよアメリカで。で、そのために日本に戻ってきましたし、日本で大学は日本なんですけど就職も日本で決めて、ともかく GTR に一番早く乗るためにはどの職業を選べばいいかっていう、そういう選び方をしたんで僕は。はい。でもそれ大事ですよね。僕のチャンネル若い人、学生さんとかも多いんですよ実際。はい、そういう人が、じゃあどうやったら欲しい車買えますか、とかって話になるんですけど、大企業に入ればいいのですかとかそういう話じゃなくて、多分マインドの問題そうですね、結構ありますよね。はい、選んだ道はもう何でもいいんですよね。ある程度その計画的に選ぶべきではあると思うんですけど、で選んだらもうともかくそれの一番になるっていう、誰よりも何かしらで秀でるものがあれば絶対3、4は乗れると思いますね。ただこのエンジンを作るにはちょっと普通のサラリーマンではちょっとできないいやー気持ちいい、マジで気持ちいいな。この4500ぐらいのこのやばいですね。やばいですね。いや僕初めて横乗りましたけど、前回も初めて毎回近尾路 TV で横乗りますけどいやこれは気持ちいいですね。横に乗ってても気持ちいいですね。気持ちいいですよね。いやこの音これ気持ちいいっすよね本当に
全然回しないですけど、その7000ぐらいまででもう十分気持ちよすぎて、そしてパワーが垂れないっていう。そうなんですよ。もう永遠とずっと回っていくんじゃないかって思う。そのまま8000、9000ずっと回っていくんじゃないかと思うぐらい、雑味がないと言ったらあれですけど、綺麗に回りすぎてこだわって作ってるんだろうなっていうのが。ちなみに近おじがこの車運転する3人目だと思いますよ。あ、本当ですか、やばいっすね。番長、自分、近おじ。やばいっすね。ちょっと3人目ですよ。本当に貴重な車を。プロドライバー以外では、そうですね。ありがとうございます。貴重な車をいつも体験させてもらって、YouTube で何かしら稼ぎたいとかっていうよりかは、自分が好きな車ってどういう車なんだろうっていうのを探すためにやってるところもあるんで、正直。そうですよね。いや、なんかそれを感じます。いや、本当に好きなんだろうなっていうのは感じますし、なんかこう商売チックな匂いは全然しないのでいい意味で。もちろんね、その本業という意味ではまあそういうところ大事かもしれないですけど、あくまでこれはもう本当趣味ベースで、こういう車乗れないところをこういったメディアを通じて乗れるのは本当に YouTube やっててよかったなと思う時はあります。 MCR の赤とシルバー乗った人なんて多分日本に僕のオーナーさんしか絶対いないじゃないですか。プロでも本当数人なんだろうなと。いや、あとはなんか土屋圭一さんとか、なんかもうちょっと次元の違う人たちが、次元の違うプロの一級戦の一級の人みたいな、そんな人しかいないと思う。いやー、貴重な車、本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。前回のね、動画も大好評で、皆さんにずっと毎月再生されじわじわまだ伸びつついやー、でもこのシルバーの良さが伝わるか僕はちょっと心配なんですよね。このシルバーの良さって本当に車大好きな人じゃないとなかなか伝わらない部分あるじゃないですか。そうなんですよ。あの赤色ってそんなに車知らない人でもおってそうなんですよ。サムネイル見た瞬間、GTR 関係ってなるんですけど、こっちあくまでも激渋悪い意味なんで言うと知り尽くした人の男の最終形態じゃないですか。とはいえタイムをコンマ1秒削ってマインズに絶対勝ちたいんだっていう人が最終乗りたい車はこういう形態なんだなってところが自分の将来のチューニングのいや、なんかそうですよ。示唆してると思います。いろいろとなりますよね。すごい車だ。でもちょっとこれは本当あまり乗りたくないというか距離も伸ばしたくないし本当はね、オーナーさんからしたらそんないや別に乗るよっていうタイプの人だとは思うんですけど。そうですね。そこは全然躊躇なく。赤も結構乗られてますよね。赤ももう37,000キロぐらいいってるかな。それでもめちゃくちゃ少ないんですけどこういう車はやっぱりシェアするべきですよね、いろんな人に。いろんな人に知ってもらって日本の古き良きで終わらせずにね、ずっとしといてほしいですよね。あとはみんながやっぱ日本人が稼いで3,4買って保護することが一番かもしれないですね海外にだけは行ってほしくない。海外出身なので別に海外が嫌いなわけじゃないんですけど、でもやっぱりこういうのはある程度日本に残すべきものだと思うので。そうですね。友人とかも3,4高く買ってくれたってなったら大体外国に流れちゃってましたみたいなとかやっぱ多いので、なるべくそういうのはねなくして日本でシェアしたいですよね。そうなんですね。乗ってくれるかな、娘たち。最後の終わりはまさかのエンストでエンストでいや、ありがとうございました。ありがとうございました。